続いて、制御構文。一つ目は、他の言語にもある条件分岐の if ですね。これは、分岐したいときに使うもので、if の隣に、ここに条件式を書きますと。で、条件に当てはまらない場合は、else を書いて、else さらにそれに条件を加えたい場合は else if という形にします。で、それでも条件に当てはまらない場合は else となります。で、それぞれ中括弧の間にその条件にマッチした時の処理を書きます。これは一文しか書いてないんですけど、複文で書けます。いくつか文が書けるという感じですね。何行か書けます。で、else if と else は省略することが可能ですと。この辺の説明は他の言語とそんなに変わらないので、追加で、説明するのは、Go ならではの特徴のところですね。まずC 言語とか Java と比べると、ここの丸括弧がないというところが特徴的な書き方になっているかなと思います。あとは、ここの部分に中括弧を書かずに、こっち側に中括弧を書くという、流派が、言語によってはあると思うんですけど、Go はそれができないようになっています。理由としては、Go のコンパイラは、Go って文法上、C 言語と同じように、文末にセミコロンを持ってくるような言語なんですけど、実際はそのセミコロンを書くことはないと思います。それはコンパイラが勝手にセミコロンを自動挿入しているからになります。で、どういった時に自動挿入するかっていうと、開業があって、かつ、その開業の前が、中括弧とか、そういったものじゃなかったら、セミコロン入れます。で、ここを見ると、ここで開業されてます。で、開業の前見ると0ですよね。0は中括弧とかじゃないので、ここにセミコロンがぴょんぴょんと入ります。そうすると、ここで文が終わって、謎の中括弧があるみたいな、その if の構文ではない書き方になってしまうので、これはできないです。なので、これはコンパイルエラーになります。で、Go の、Go の if はですね、この中括弧を必ず書かないといけないので、こうやって書くこともできないです。そもそも丸括弧を書かなくていいので、丸括弧を書かないで良くなると、中括弧を必ず書かないとどこが区切りかわからなくなるので、自動的に、中括弧を書きたくなると思うんですけど、C のように、中括弧を書かずに、単文で一つの文で if の条件式にマッチしたものを書くっていうのはできないようになっています。あとは、この条件式の左側にセミコロン区切りで第二部分を書くことができます。こんな感じで、関数 f を呼び出した結果を a という変数に入れるというようなことができます。で、この a はどこで使えるかというと、この中括弧、if の中括弧の中と else の中括弧の中で使えます。で、ちなみに else if でさらにまた第二文を書くとですね、その else if よりか下の if とか else の中で使えます。で、ここの外に出るとですね、A は、もう使えなくなっています。なので、スコープという言葉がわかる方向けに言うと、A のスコープは、この中括弧のここからここまでの間でしか使えないですよということになります。はい。続いて、同じく条件分岐のスイッチになります。スイッチも、他の言語にあるものとそんなに大きく、大きく結構異なってるかもしれないですけど、めちゃくちゃ違うわけではないです。分岐するよというところは一緒ですし、ケースとかデフォルトがあるのも一緒ですと。スイッチという構文は、こんな感じでスイッチで始めて、ここに、式を書きます。何かしら A とか B とか式を書いて、で、中括弧を書いて、ケースという句を書きます。ケース句をいくつか書いて、そのケースに当てはまる場合は、ここのケース句のコロンから次のケースまでの間の文を実行します。で、どれにも当てはまらない場合は、デフォルトを、書くことができて、そこに、どのケースにも当てはまらない場合は、ここに来ますと。で、Go のケースはですね、ここにC とかの場合定数かけると思うんですけど、Go の場合はここに、カンマ区切りで
値を書くことができます。この場合は、1または2の時にこのケースに行きます。OR になるんですね。で、他の言語、Java とか C とかやられてる方で、なんかちょっと違和感あるなと思うのは、ここにブレイクを書いてないってことがちょっと違うかなと思います。Go の、スイッチをですね、デフォルトでブレイクされます。ブレイクを自分で呼んでも、ブレイクの効果あるんですけど、呼ばなくて、そのケース区の末まで行くと、自動的にここでブレイクして、ここにぴょんと行きます。なので、ケースをまたいだりするってことはしないです。他の言語でもほとんどの場合、ブレイクを書くことが多いと思うので、Go の場合は、ブレイクを書かなくて済むようにしましたと。で、もしケースをまたぎたい場合、ほとんどないと思うんですけど、その場合はこのちょっと長めなキーワード、フォールスルーというのを使います。で、ケースには、ケース区のこの条件のところとか、値が書いたりとかするところには、式が使えます。式っていうのはこういうやつですね。条件式とかが使えますと。で、条件式が使えると何が嬉しいかというと、if の代わりに使えます。で、if があるのになんで代わりに使うのと思うかもしれないですけど、大量に、条件分岐がある場合ですね。if, else, if, else, if, else, if, else みたいな場合はですね、if と else のこの連鎖がですね、例えばこんな感じになっていてですね、これまだ条件2つしかないですけど、もう3個とか4個になると結構読みづらくなります。読みづらくなる理由としてですね、まず先頭の条件式がここにあるのに、次の条件式がここにあることですね。目の移動がこう、ピュッて、こうなってますね。こうなって、こう、下に下っていくことになるので、ちょっとパッと見読みづらいです。一方で、スイッチの場合は、必ずここに条件がバーっと並ぶので、見通しがつきやすいですし、余計な中括弧とかないので、すっきりして見えます。ブレイクがないことも関係してるんですけど、大量の、分岐の場合はですね、スイッチで書いた方が見やすいですと。なので、積極的にスイッチ使っていってもいいと思います。質問のところに、一般的にブレイクするパターンの方が少ないから省略したのかなというのがありますけど、正しいそのことはちょっとわかんないですけど、おそらくそうじゃないかなと思います。ほとんどブレイクするパターンだと思います。はい。続いて、繰り返しですね。特定の、処理を繰り返すための、構文になっています。for ですね。for で始めて、いくつかこう、初期値とか継続条件の更新文とかをこうセミコロンで区切ってやりますね。この辺 C 言語とかとそんな変わらないですと。で、これはいわゆるなんか、よく他の言語にもある the for って感じですね。使い方的には。で、実は Go の、繰り返しはですね、for しかないです。じゃあ、while とか do while はどうなってんのっていう疑問になると思うんですけど、while に関しては、他の言語で言う while は、条件、特定の条件が成り立つ間、繰り返すという意味だと思うんですけど、Go の場合は、この先頭のこの初期値と、この更新文のところを省略すると、この真ん中だけ残るので、これが継続条件のみになります。そうすると、これがホワイルと同じような役割になるという感じですね。あとは、無限ループ。他の言語の場合、ここに true とか書くと無限ループになる場合があると思いますけど、Go の無限ループはですね、何も書かなければ、条件式何も書かなければ、これが無限ループになります。割と読みやすいかなと思います。あとは、レンジというものがあってですね、これは、ちょっと、ここではまだ扱っていないデータ形式に対して、行う処理なんですけど、スライス、配列、マップ、チャンネル、みたいな、なんか値が集まったようなものを、一個ずつ要素を取り出して、こっちに添え字、こっち側に、値という形でやっていくようなものを、で、それで繰り返していくようなものを、フォーレンジと言います。はい。で、無限ループを作った場合に、その無限ループを抜け出すパターンについてちょっと説明していきます。
無限ループを作ると、無限ループってその無限なので、何かしらの時に抜け出す必要が出てきます。止まらないとちょっとプログラムとは言えないので、止まるようにしたいと。で、for の条件式の代わりに if で、繰り返しを抜けたい場合は、このブレイクという構文を使いますと。ブレイクを入れるとですね、この条件に当てはまる場合にここから抜けますと。で、同じようにスイッチでもブレイクできるんですけど、スイッチの場合、ブレイクって単に書くと、いつものスイッチのブレイクと同じ働きをしてしまうので、ブレイクするのはスイッチになってしまいます。なので、ここに来ちゃう。単にブレイクで書くと。で、ブレイクする際にラベルを指定できるので、ブレイクループってすると、このループって名前のついた、部分をブレイクするという意味になります。なので、ここにビヨンと、ここまで来ます。で、名前についてるループっていうのは、この for 文についてますね。こいつはここからここまでを指しますと。この for 文全体を指すので、for 文をブレイクしてくださいねと。for 文ブレイクしてくださいねってことはここに来ますね。for 文抜けて、for 文の下までやってきます。まあ、こんな感じでラベルを使ってブレイクもできます。ちなみに、ラベルがあるので、まあ、GoTo もあります。この辺ちょっと省略しますね。はい。2の、2章まで終わりましたけど、何か質問があったら、右のここに出るような形でスライドの方で質問してください。ラベルはですね、そこまで使わないかなと思います。GoTo をたまに使うんですけど、例えば GoTo 使うパターンとしては、エラー処理とかですね。はい。なんか、末尾にエラー処理を固めておいて、そこにエラーがあったらそこに飛ぶみたいなことはたまにします。